ローウォーズファンの皆様、おはようございます。先日は、アーマーとアーマー貫通について解説した動画を投稿しましたが、コメント欄で、クリティカルヒットについてもお願いします、とリクエストがありました。そこで、今回の動画では、クリティカルヒットとドッジについて解説をしようと思います。なお、この動画チャンネルをご覧になっている人はご存知だと思いますが、私はカークを崇拝しているので、戦闘では、ガチンコで殴り合うのが好みです。ですので、オーロラなどがカークの通常攻撃を避けると、イラ、として、拳と拳のぶつかり合いが戦いだろう、と叫んでいることは、禁則事項なので内緒にしてください。あと、カークにとってヤスミンは苦手な対戦相手ですが、クリティカルヒットを連発する攻撃には、困り果てています。つまり、クリティカルヒットとドッジのサブステータスを所持したヒーローを苦手としている人も多いので、クリティカルヒットとドッジに特化したヒーローは強いと感じています。早速だけど、クリティカルヒットの解説をするよ。まず最初に勘違いをされると困ることがあるので、それを先に説明します。クリティカルヒットは物理攻撃だけに適用されるので、魔法攻撃とピュアダメージのクリティカルヒットというものは存在しません。また、同様の理由で、ドッジは魔法攻撃に対して効力を発揮しませんので、ご了承ください。次に、ヒーローにはメインスタッツ、主要ヒーローステータス、というのがあり、ヒーローの特性によって、必ず、知力、力、素早さ、のどれか一つが割り当てられています。メインスタッツは、この画面に表示されていますが、その文字だけは色が違うので、すぐにわかると思います。今から解説する動画の中で、対戦相手のメインステータス、メインスタッツ、の数値、という表現が出てきますが、この画面のカークの場合は、素早さがメインステータスなので、5031という数値が、対戦相手のメインステータスの数値、ということになります。余談になりますが、カーク信者は、動画作成の都合上、ヒーローの画像にこのような文字を入力しています。これは、ヒーローのメインステータスなどをいちいち調べなくてもいいように、自分なりに工夫しているからですが、そんなことはどうでもよいので、先に進みたいと思います。では最初に、この画像を見ていただきますが、この計算式に求められている数値を代入すれば、そのヒーローが、どのヒーローにクリティカルヒットを、何%の確率で繰り出すのかを計算できます。では、実際の戦闘シーンを見ながら、この計算をしてみようと思います。画面左側のイシュマエルが攻撃側で、右側のアストロスが防御側という設定なので、イシュマエルがアストロスに与えるクリティカルヒットの回数に注目して、ご覧になってください。なお、この動画内のイシュマエルとアスタロスは、マックスパワーの設定になっています。前回の、アーマー、と、アーマー貫通、の解説動画を見ていただければわかると思いますが、このイシュマエルの通常攻撃の数値は、次の計算で求めることが可能です。アスタロスのアーマーは、34,874-24430イコール、14,444ほど残りますので、これを1段階目の攻撃判定の表で確認すると、イシュマエルの物理攻撃の数値、69,350は、アスタロスのアーマーで、78% が無効化されます。ですので、69,350×78% イコール、15,475 となり、イシュマエルのアストロスに対する通常攻撃の数値、15,475 は、計算で求めることができます。さて、イシュマエルの通常攻撃の数値が分かったので、クリティカルヒットが発生した際は、その攻撃力は、2倍の30,950になります。いやいや、クリティカルヒットは、数字が大きく表示されるから、簡単にわかるんだけど。では、
このクリティカルヒット率の計算の続きをしますが、この画像のように、求められている数値を代入することで、この戦闘では 37.6% の確率で、クリティカルヒットが発生することがわかります。画面左上には、イシュマエルがアーティファクト1番のバフを発動した際に表示されるマークが見えると思いますが、イシュマエルのバフは、クリティカルヒットチャンスになっています。これがイシュマエル最大の武器になります。そこで、イシュマエルのクリティカルヒットチャンスのバフが発動した際の確率も計算してみようと思います。これも冒頭で説明した数式に必要な数値を代入すれば簡単に答えが出ます。解説サイトの多くでは、バフの発動時には2倍の攻撃力になりますと表現されていますが、正確に計算することも可能です。個人的にはめんどくさいので、動画内では2倍と表現することが多いですが、カーク信者の場合は、ちゃんと理解している前提で2倍と表現しているので、ご了承ください。今度は、どっちの解説をするよ。実は、クリティカルヒットとどっちは、同じ計算式を用いて計算することができます。先ほどの説明の中で、クリティカルヒットと書かれた部分を、どっちという言葉に置き換えるだけです。以上。いや、カーク信者的には、このことを隠したまま、動画をもう一本作ってもよかったんだけど、そこまでして動画の再生数を水増しするのは気が引けて。ということで、どっちも同じ計算式を使えば、誰にでも簡単に数値を計算することは可能です。余談ですが、誰にでも簡単に計算ができる、と、動画内では言っていますが、カーク信者の場合は、約1時間も費やして、イシュマエルのクリティカルヒット率を計算しました。さて、動画終了のお時間になりましたので、今回はここまでになります。では、最後になりますが、動画内で登場した、代入、という言葉は、中学校の数学の時間に学びましたが、すっかり忘れていた恥ずかしい人は、バチとして、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。